皆さんこんにちは。あかね的日本語教室のあかねです。この動画には15言語の字幕と日本語の字幕があります。ぜひ CC をつけて見てみてください。字幕起こし機能を使うと日本語を見ながら他の言語も見ることができます。今日もナチュラルなスピードで語彙コントロールをせずに話してみたいと思いますので、もしちょっと早いなと感じる人は自分で速度も変えてみてください。今日はセブンイレブンで買ったものを紹介しながら、私がどうして転職したのかと、日本語を教える仕事を選んだ理由について話したいと思います。まずちょっとセブンで買ったものを紹介します。まずはこちらです。見えるかな？はい。照り焼きチキンと卵サンド、税込み345円でした。あとはこれです。卵焼き、税込み300円です。このちょっと小さめのカップに入ったお惣菜のシリーズが結構多くて、カップデリって書いてありますね。いろんな種類があって、で、そんなに量も多くないので、私はこのシリーズをよく買います。ちょっとじゃあ、照り焼きチキンと卵サンドですね。ちょっと開けます。はい、さっき手洗ってきました。お皿に出します。一つだけ出しますね。こんな感じです。結構具がぎっしり入ってますね。じゃあ、いただきたいと思います。照り焼きの甘さと卵がよく合う。美味しい。じゃあ次はこちらの卵焼き開けます。これ電子レンジ調理不可って書いてあるので気をつけてくださいね。このまま電子レンジに入れることはできないので気をつけてください。はい。いただきます。ほんのり甘くて美味しいです。お寿司屋さんで出てくる卵みたいな感じかな？美味しい。では今日のテーマについて話したいと思います。まず転職について10月24日に投稿した動画で話しました。ローソンで買ったものを紹介しながら転職について話しますっていう動画があるので、ぜひそちらも見てください。その動画のコメントでどうして日本語の先生になったんですかとか、転職した理由を教えてくださいっていうコメントが多かったので、今日転職した理由と日本語教師になった理由を話したいと思います。まずちょっと最初に言っておきたいのが、私は、前の会社が嫌で辞めたわけではありません。この動画はちょっと同僚が見てるかもしれないのでちょっと恥ずかしいんですけど、私は、前の会社がすごく好きでした。人間関係も良かったし、仕事内容も嫌ではなかったですね。待遇も良かったと思いますし、給料に対しても別に不満はありませんでした。本当に私の個人的な理由で転職しました。転職した理由は主に2つあります。1つ目は10年後、20年後も同じ会社にいることが想像できませんでした。私、2、3年で辞めたわけじゃなくて、結構、まあ長く働いていたんですね。ちょっと私、年齢を言いたくないので、はっきりと何年間働いていましたっていうのはちょっと言いたくないんですけど、まあ長く働いていました。ちょっとうまく説明できないかもしれないんですけど、なんか私の周りの人たちはどんどん仕事のスキルを身につけていって、会社にすごく貢献しているのに、なんか私ちょっと特殊な部署だったんですね。仕事の内容がちょっと特殊で、なんか私って何の役に立ってるんだろうとか、私ってこんなに長く働いているのに何が身についてるんだろうってすごく考えていました。同期と会ったりとか、同僚と一緒に飲み会をしていろいろ話してる時に、なんか周りのみんながすごいなって
思うことが多くて、ちょっとなんだろうな、このままでいいのかなっていう気持ちがすごくありました。で、あと直接ありがとうが返ってくる仕事もやってみたいなって思いました。どういうことかっていうと、なんか私がやっていた仕事は、私がやっても私に直接ありがとうっていう言葉は返ってこない仕事だったんですね。で、もちろんお給料もいただいてるし、いい会社だったし、それで満足じゃんって思ってたんですけど、やっぱりなんかそういう仕事に憧れがあって、で、一度しかない人生だからずっと同じ会社で働くのももちろんいいけど、他の仕事にもチャレンジしてみようかなと思って転職を決めました。ごめんなさい、ちょっとまとまってないんですけど、そうですね。ずっとこのままでいいのかなっていう気持ちがすごく強かったので転職を決めました。で、2つ目が時間の束縛から解放されたかった。やっぱりその会社員として働いていると、もう働く時間が決まっていますよね。当たり前だと思うんですけど、もう9時から6時までこの時間は絶対に働いている。で、月曜日から金曜日まで自由な時間はほぼないですよね。もちろん仕事が終わった後、友達とご飯を食べに行ったり、例えば別の習い事をするとか、もちろんいろいろできることはできると思うんですけど、平日の昼間ってまず何もできないですよね。自分のためには何もできなくて。で、時々前の会社で働いていた時に、ちょっとお使いの仕事があったんですね。何か買ってきてくださいっていう仕事があって、で、外歩いてると、平日なのにカフェで仕事してる人とか、なんかそれがすごく羨ましかったんですよ。なんか、これは自分にはできないことだな。平日にカフェで仕事するなんて、その会社員時代の私にはもう考えられないことだから、これ本当に仕事によると思うんですけど、私の仕事はほぼその事務所で、会社の中で、パソコンを使ってする仕事だったので、なかなか外に出るっていうチャンスはなかったんですね。だからこそ、ちょっと、外に出て、いろんな人を見た時に、なんかいいなって思ったのかもしれないですけど、もちろんみんなね大変だと思うんだけど、場所が選べるってすごくいいなって思いました。あと、また後でちょっと説明するんですけど、このままでいいのかなって考えた時に、どうせ転職するなら手に職をつけたいと思いました。何か自分でスキルを身につけて、で、どこでも働ける仕事がいいなと思いました。会社に行かなくても自分の家でできるとか、日本じゃなくても他のどこかの国でできるとか、もしそういう仕事があったらやってみたいなと思いました。転職したいなって思ってから実際に会社を辞めるまで1年ぐらい考えてましたね。なんか私にとって転職するってそんなに簡単なことじゃありませんでした。結構周りからもそんなに長く勤めたのにもったいないっていう風に言われたこともあるし、いい会社だったからこそ転職しても前と同じようないい会社はないかもしれないよってすごく言われて、本当にその通りだなって思ったんですよね。もしかしたら転職したことを後悔するかもしれないとも思ったんだけど、でも今のところは後悔してないです。私今の仕事がすごく好きですし、日本語学校の仕事もこうやって YouTube で発信することももちろん大変なことは多いですけど、仕事ですからね。仕事ってどんな仕事でも大変だと思うんですよね。楽な仕事なんて本当にないと思います。だから大変だけど、でもその前の前職では感じなかった楽しさとか嬉しさっていうのはやっぱり転職したからこそ今感じられることだと思います。じゃあ次、これを紹介しましょう。さつまいものパリパリチップ。これ美味しそうじゃないですか。さつまいもを揚げたものですね。ちょっと開けます。
これは税込み257円でした。よいしょ。これ初めて見たんですよね。皆さんも見たことありますか？日本のセブンイレブンで。さつまいもです。いただきます。本当にさつまいもシンプル。なんか一応塩と砂糖って書いてあるんだけど、原材料名のところに。でも全然味濃くないですし、すごくヘルシーな感じがする。美味しい。あと飲み物も買ってきました。こちらですね。カフェラテなんですけど、ノンスイートって書いてあります。砂糖不使用です。不使用は使ってないっていう意味です。ストローを刺します。砂糖が入ってないのは嬉しいですね。私あんまりコーヒーに砂糖を入れないので、しかもなんか特に甘いもの食べる時とかは入れないですね。いただきます。美味しいカフェラテです。冷たいです。で、次お話しするのは、日本語を教える仕事を選んだ理由です。私は今、日本語教師として、日本語学校やオンラインで教えています。あと、この YouTube も、日本語を教える一つの仕事として YouTube もやってます。私は自分のことを YouTuber とかインフルエンサーとか思ったことはないです。日本語教師として YouTube の仕事をしています。で、この仕事を選んだ理由なんですが、転職しようと思って仕事を探していた時に何がしたいんだろうってすごく考えました。私、大学生の時の就職活動は正直に言うと別に特にやりたいことがなかったんですね。とにかく働ければいいっていう考えでした。もちろん勤務地とか、給料とか仕事内容とか、もちろんその自分の理想の条件っていうのはあったんですけど、やりたいことっていうのがありませんでした。なんか仕事ってなんだろうな、そんな楽しいとか嬉しいとかそういうことはないって思ってたので、そうですね、あんまりこれがやりたいからこの会社に入りたいですっていうのはありませんでした。だからこそ転職するときは自分にとって興味があるものとか好きなことと関係があることがいいなと思って、語学に関わる仕事がしたいと思いました。で、いろいろ探してて、なんで日本語教師っていう仕事を見つけたのか正直あんまり覚えてないんですよ。でも転職語学とかで多分ネットで探してたと思います。で、その時に日本語を教える仕事っていうのが出てきて、最初あんまりよくわかんなかったんですよ。日本語のネイティブスピーカーなので、自分の母語を教えるってどういうことみたいな、ちょっとよくわかってなくて、で結構そういう方多いんですよね。日本語って教えるのみたいな方は結構いらっしゃるので、私も初めてお会いした方になんか日本語教師なんですって言うと、日本語教師国語の先生ですかみたいなことを言われることがあります。国語はネイティブスピーカーが学ぶ日本語ですね。はい。で、皆さんが、日本語を外国語として勉強する、その日本語の授業とは全然違います。日本語のネイティブスピーカーが小学校とか中学校で学ぶその国語と言われているものなんですが、それとは全然違うんですよね。その外国語としての日本語。違うんだけど、そうやって国語の先生ですかって言われることが多いですね。そのくらいあんまり日本語教師っていう仕事はそのイメージが湧かない人も多いかもしれないですね。だから本当にさっきも言った通り語学の仕事で探してて見つけました。で、2つ目なんですけど、手に職をつけたかった。これはさっきもちょっとお話ししたんですけど、今まで働いてた場所でそんなになんか自分がこれができるっていう何かスキルを身につけたっていう自信が全くなかったので、
やっぱり次転職するなら何か身につけて、でどこでも働けるっていうのが理想でした。で日本語教師っていう仕事を知っていろいろ調べた時に、私が探してた時でももうオンラインの仕事はあったんですよね。だからオンラインだったら家でも仕事できるし、あともちろん日本語を教える場所って結構たくさんあるんですよね。日本語学校もあるし、あともちろん大学とかで教えたり、専門学校でそういう日本語の授業をすることもできるし、あとは働いている人に向けてそのビジネス日本語を教えるっていうこともできるので、私はやっぱり会社員として働いていたので、ビジネス日本語とかその会社で使う日本語っていうのは多分教えられるかなと思って、でこの仕事面白そうだなっていうのもあったし、一回身につけてしまえば多分国内海外問わず働けるんだろうなと思って選びました。で日本語の先生になる方法っていろいろあるんですね。前も話したことあるんですけど、いろんな本当にここで説明どうしよう。ちょっとここではごめんなさい、説明を省きます。ただよく質問があるのが、どうしてその日本語教師になるために大学院に行ったんですかっていう質問があるんですね。でいろんなとこで学べるのにわざわざその大学院を選んだ理由っていうのは2つあって、1つ目は私がお世話になった大学の先生にお勧めされたからです。大学院の修士課程を修了していれば大学でも働ける可能性が増えるよというふうに教えてもらいました。確かに選択肢はたくさんあった方がいいですよね。もちろん日本語学校ってたくさんありますし、さっきも言った通りその学校だけじゃなくていろんな場所で教える機会があるんですけど、やっぱり教えられる場所は多ければ多いほどいいなと思いました。あとは長く働いたので大学院に行って勉強するっていうのも自分にとってすごくいいチャンスかなと思いました。あと、その大学院の学費が出せるくらいの貯金はあったので、せっかくだったら行ってみようかなっていう気持ちでした。でも結局何がいいのかっていうのはちょっと私もわからないですね。やっぱりどの方法を選んだとしてもいいところもあれば、ちょっともっとこうだったらよかったのにっていうところもあると思うので、大学院選んで本当に良かったって 100% は言い切れないんですけど、でも良かったと思っています。模擬授業とかもすごく少ないですし、大学院ってやっぱり論文書いて発表する場所なので、そういう点では私はすごく苦しかったです。そうですね。あんまり論文とか書くのが得意じゃないので、本当に苦労したんですけど、でも大学院の先輩のつながりとか今でもありますし、その先生方とお会いして、ちょっと例えば何か、私出版したんですけど、その出版する時もやっぱり大学院時代にお世話になった先生方にはすごく相談をして、やっぱりその大学とか大学院の先生ってもう本出版されてる方がすごく多いので、実際にその出版した経験を聞けたりとか、本当にすごく勉強に今でもなっているので、そうですね、大学院に行ってよかったなって思っています。こんな感じですかね。今日はそんなに長く話さないようにちょっと簡潔に話してみようと思ったんですけど、この動画では転職するのがいいとか転職しない方がいいっていう話ではないです。私は結局転職してよかったなって思ってますけど、でもそれは今現在うまくいってるからであって、正直成り立ての頃はすごく大変だったし、ずっと日本語教師を続けていけるのかなっていう不安は本当にありました。で、将来もわからないですよね。今 AI が本当にすごいので、日本語教師っていう仕事がもしかしたらどうなっちゃうのかな、なくなってほしくないけどなくなる可能性もあるじゃないですか。だからこの先がわからないから、もしかしたら5年後には転職しなきゃよかったって思ってるか
もしれないけど、そんなことはわからないですよね。未来の話はわからないので、今は何とも言えないですけど、でも現時点で私は転職してよかったなと思っています。この動画を見てる皆さんももし転職した経験があれば、ぜひコメントで教えてください。もちろん書ける範囲で大丈夫です。あと、この動画のコメントを書くときに、できれば、日本語を勉強している人は日本語で書いてみてください。もちろん他の言語でももちろん大丈夫です。ただ、アウトプットする機会がないっていう日本語の学習者の方がすごく多いので、この機会にちょっと、私の動画のコメントでぜひ練習してみてください。はい、今日の動画はここまでにしたいと思います。この動画は多分2024年12月の26日に投稿する予定です。多分この動画が今年最後の動画になると思います。皆さんいつも本当にたくさん見てくださってありがとうございます。チャンネル登録者数も本当にちょっとずつなんですけど、おかげさまで増えていて、今多分61万人かな？多分それくらいいます。本当に始めたばかりの時はこんなに増えるなんて思っていませんでしたし、私が日本語しか話さないっていうことに対してすごく批判的な意見をもらいました。本当にたくさんありました。どうして日本語しか話さないんですか？日本語しか話していないチャンネルなんて役に立たないとか、本当にたくさん書かれて、でも結局なんだかんだ6年間続けてきて、こんなにたくさんの人に応援してもらえて、本当に嬉しい気持ちでいっぱいです。で、来年なんですけれども、来週はお休みします。1月の2日ですね。私いつも日本時間の、木曜日の19時半とか20時くらいに動画を投稿してるんですが、1月2日はお休みします。次の動画は1月9日になります。皆さん1月9日にお会いしましょう。良いお年をお迎えください。ではまた来年お会いしましょう。バイバイ。いつもいろいろな言語でコメントを書いてくださって本当にありがとうございます。多分この動画を見てくれているほとんどの人と私は直接会ったことがないと思います。それでもこうやってずっと応援してくださって私は本当に恵まれていると思います。コメントは書かないけど毎回見てくれる人もいると思います。いつも本当にありがとうございます。